皆さんこんにちは。暑いですね、今日はちょっとした新しいプロジェクトの開始ということでちょっとしたといってもね、結構壮大なプロジェクトではあるんですけど、私が家をですね、去年の春に購入して、で去年の春にここに引っ越してきたんですけれども、結構ね、広いお庭と、駐車スペースがあって、余っている土地があるにもかかわらず放置をしていまして全く何もしていなかったんですが、このせっかくある土地をね使っていろいろ野菜を自分で育てたら、うちは、夫婦2人と小さな子供ですけども、家族が食べられるくらいの、お米はね田んぼがないので作れないんですけど、それ以外の野菜とかは自分たちが食べる分くらいは作れるようになるのかどうかということをね、ちょっと試してみたいなと思って挑戦をしようかなと思っております。で、今の庭の状況はですね、ご覧の通りで、もう草ぼうぼうで全く何もしていなくて、ちょっと木とかも切った方がいいかなとは思いつつも、ジャングルな状態なんでございますけれども、これをですね、まずきれいに草刈りをしていって、そして、レイストベッドっていう方法でね、なんかちょっと花壇みたいなものを作って、でその中に、木の枝なんかを入れたりとか、あとはちょっと上の方だけは腐葉土を足したりとかして、で、植物を、野菜を、種とか苗とかを植えていくということをしていきたいなと思っております。はい、では早速始めましょうか。暑いんですけどちょっと熱射病注意とりあえず草刈りを今日はやっていきたいと思います。1日かけて草刈りはだいぶ終わりましたが、この真ん中の木をですね切ろうっていうことでノコギリで切ってるんですけど、一体どれくらい時間かかるのかとりあえず昨日のうちに真ん中の木もね切って、ちょっとここに今あるのでウッドチップとかにしたくて、ちょっと処理をしないといけないんですけど、お庭の全体像はこんな感じですね。ちょっとこっち側に一つと、こういう感じで、このなんていうんですかね、L 字みたいな感じで、この真ん中の石を避ける形でレイストベッドを2つとりあえず準備しようかなと思ってます。今日も暑いですね。このレイストベッドを作る前にですね、結構土地が、ここが傾斜があるんですね。土が盛り上がってるような感じで、お庭がね。なので、奥側のL 字型の縦の部分はそのままいけそうな感じがするんですけど、横の部分が結構ちょっと土を平らにねしないとレイストベッドを置けなさそうな感じがしてるので、とりあえずそれをちょっと今日やってみようかと思います。おはようございます。今日はですね、ちょっと夫と二手に分かれてディバイド&コンカーということで、夫は今家で
レイストベッドのフレームになる部分を DIY で作っているんですけれども、私は山の中に来てですね、そのレイストベッドに入れていく土というか、そうですね、土とか落ち葉とかね、木の枝とか、そういったものを、調達しにやってきました。はい、やっていきます。2メートル ×1 メートルで、高さは27センチの高さのフレームになっていきます。完成しました。完成。よく。じゃじゃん。大丈夫？いやー、毎日本当に暑くて1個目がね、完成したレイストベッドは、この、木はもともとあった木材を利用して作ったんですけど、ちょっと1個しか作れなかったので、あと2つね、作りたいと思っていて、その足りない分の木材を買いに行って、でこれから夫はまた2個目3個目を作っていくんですけど、私は昨日この出来上がったレイストベッドの中に土をね入れ始めたんですけど、まだまだ終わってないので、それをちょっと引き続きやっていきたいなと思ってます。ようやくレイストベッドに土が入れ終わりました。一番下の層が、去年の秋頃にですね、お庭の草刈りをして、その草をそのまんま放置してあったのが、お庭の土と混ざってコンポスト化していたものがあったので、それを一番下に入れて、その上に、2層目ですね、山から持ってきた収穫してきた土を乗せて、そして一番上に薄くなんですけれども、私が普段、キッチンで出た生ゴミとかそういうものを入れて堆肥にしているコンポストを上に薄く敷いて、はい、でここからとうとう苗や種を植えていきたいと思います。暑くて疲れた。無事レイストベッドが1つ完成して、あと2つ3つと作っていくんですけれども、この動画は、最後にですね、このキッチンガーデンプロジェクトというものをなぜ始めようと思ったのか、
まだ暑くなる前に涼しいうちにちょっとお話をして今日は終わりにしたいと思います。もともと私チャンネルを見てくださってる方はご存知かもしれないんですけれども、私は数年前から畑をちょっと始めては挫折するっていうことを繰り返してて、鹿に全部作ったものが食べられてしまったりとか、あとは畑をね移動したりとかして、いろんな理由があって移動して引っ越したりとか、そういうのがあって、その2年連続で同じ土地で畑をするというか作物を育てようとするっていうことができていなかったんですね。でもただ野菜作りってやっぱり単に野菜を育てるっていうことだけじゃなくて、土を育てるっていう意味もあると思うんですね。なのでそれだけ時間も必要だし、エネルギーの投資も必要というところがありました。で、今のこのお家をですね購入したのが去年の春なので1年以上経っているんですけれども、ずっとねこの庭を雑草ぼうぼうの形でほぼ放置をしていて、で子育てがあるからとか仕事があるから忙しくてできないっていうふうに言ってはいたんですけど、結局何か庭をどうにかするっていうことの優先順位が本当低くなってしまっていたんですね。ただやっぱり今の世界情勢であったりとか気候変動っていうのを見てると、何でしょうかね、戦争とか自然災害みたいなものがあって物流が遮断されたとしても、自分で食べ物を育てて野菜を育てて、そして食べ物を作っていけるっていう、そういう能力スキルっていうのはこれからどんどん重要になるなっていうふうに感じていましたし、自分が学ぶっていうことだけではなくて子供にもね伝えていくべきことだっていう気持ちはありました。それで今年6月になって、ちょっと仕事の方をスローダウンして、で会いたい人に会いに行って、対談をさせていただいたりとかする中で、いろいろな方の価値観に触れていった時に、自然とこれが今やりたいことというよりかやるべきことなのかなっていうストーン感があったんですね。もちろんオフグリッドとかじゃ全然ないので、住宅地ですしねここは。なので水道があって電気があってガスがあってっていう生活は全然変わらないですし、全てを自給自足にするとかそこがゴールではないんですけれども、この限られた敷地内でもうどこまでできるのかっていうのをちょっとやってみたいと思ったんですね。でただ野菜を作って育てて終わりっていう、収穫してよかったですねみたいなことではなくて、その野菜くずであったりとか使わない部分雑草とかそういうものを土にまた変えていって循環させるっていうシステムを作りたいと思っていて、で山って落ち葉が落ちてそれが積み重なって自然と分解されて土になっていくっていう形じゃないですか。なのでそれを、そういう大きな自然のシステムみたいなところをこの住宅街の中の小さなレーストベッドの枠の中でどれだけ再現できるのかっていうのをちょっと挑戦したいと思ってます。で循環するシステムっていうのはやっぱりなるべく無駄を出さないとかゴミを出さないっていうことでもあるので、例えば雨水を溜めて活用できないかとか、あと収穫した野菜を冬でも食べられるようにどう保存してどう加工できるかとか、なのでキッチンガーデンプロジェクトでもあり、そういったいろいろなピースを作っていって小さなエコシステムを作るっていうプロジェクトでもあるんですね。そんな過程を記録しつつ皆さんとまたいろいろ学びをねシェアしていきたいと思いますので、興味がある方はぜひまた次回の動画を見てみてください。ではご視聴ありがとうございました。See you next time!